これでわかるホガース。風刺画で一世を風靡したロココ時代のイギリスの画家。パグが大好きで自画像では愛犬トランプも一緒に描いています。パグ画家と呼ばれていたとか。彼の作品は何といっても人間の心理を読む面白い作風。こちらの2枚の絵、ビフォアとアフター。最初は男性の熱烈なアプローチがあり嫌がっている女性。ですが事が終わると男性はあっさり、女性の方は情が芽生えてしまう。これは心理学でよく言われることですが、女性は関係を持った場合、自分を軽い女と思いたくないため、相手に対して思いがあるから応じたのだと考え罪悪感を消す。そして好きだと思い込んでしまう。そして男性の方は狩猟感覚でしょうか。手に入ってしまったら満足。さっきの熱はどこへ行ったのやら。あるあるですね。彼の作品はもっと長いストーリーになっている連作もありますので、後ほどご紹介します。まずは彼がどんな人だったのか、ホガースの生涯を覗いてみましょう。1697年ロンドンに生まれる。17歳の時に銀細工職人の弟子になります。父はラテン語の教師だったのですが、ラテン語を教える場所として経営していたカフェが閉店して破産。閉店のための借金を返すことができず、逮捕され5年間投獄されます。1720年、両親が亡くなり、ホガースは独立して看板や挿絵を描く仕事をしながら、セント・マーチンズ・レイン・アカデミーで本格的に絵画を学び始めます。1723年、歴史画家ジェームス・ソンヒルの美術学校に入学。1725年から28年頃、イングランドのグランドローチに加入してフリーメイソンになったとか。1729年、師であるソーンヒルの娘ジェーンと駆け落ちして結婚。ホガースはこの時代の世相を皮肉たっぷりに描いた連作で有名になります。例えばこちら、銅版画娼婦一代記。主人公のモルがロンドンに上京した時のこと。売春宿の女将の目に留まります。その後お金持ちの商人の愛称になりますが、モルには他にも愛人が。真ん中の人が主人、逃げてくのが愛人。モルは愛人の方に主人の目がいかないように足でテーブルを蹴飛ばして注意を引いています。愛人のことが主人にバレて契約を解かれ、愛人にも振られたのか普通の娼婦に戻ります。そんな時、娼婦摘発のため役人が乗り込んできました。モルは逮捕され強制労働をさせられます。モルは梅毒にかかり亡くなります。彼女の金品を物色する老婆がここにいますね。モルの葬式。悲しむどころか男性たちは葬式に来た娼婦たちに言い寄るのに夢中です。こちらの壁には上京したてのまだ何も知らなかったモルがかぶっていた帽子がかけてあります。この4コマ漫画のようなストーリー性のある絵画は瞬く間に人気が出て、たくさんの版画を刷りますが、そうすると海賊版も巷にあふれました。その対策として著作権の保護を訴え、ホガース法と呼ばれた版画著作権法が制定されました。56歳の時、論文美の分析を出版します。1764年66歳でこの世を去る。こちらはホガース家の使用人を描いた絵。彼が死の直前まで手元に置いていた作品です。当時は使用人が肖像画に描かれることは異例のことでした。きっと彼にとって大切な人たちだったんでしょうね。もう一つヒット作をご紹介。当世結婚事情。お金のない貴族の息子とお金はあるけど身分の低い商人の娘の政略結婚のお話。第一場面、婚約。結婚するのはこちらの彼。鏡で自分を見るのに夢中です。その父は贅沢と浪費の末に財産を失いました。自分の唯一の自慢の家系図を指さしています。右足の包帯は美味しいものを食べ過ぎたのでしょうか、痛風のよう。商人の娘は結婚に乗り気でない様子。彼女を弁護士が慰めています。第2場面、結婚直後。お互いに興味がない様子。どうやら2人とも昨晩遊んでいて眠そうです。子犬が夫のポケットから女性ものの帽子のようなものを発見。
この妻の明けっぴろげな姿勢も奔放な生活を表しています。部屋は散らかり放題。だらしないのはお金の使い方も同じみたいで、使用人が請求書の束を持ってこの表情。第3場面、闇医者への訪問。これは夫が愛人と闇医者を訪れているところ、梅毒の薬である水銀軟膏を持っています。右の女性は口を押さえています。これは梅毒の兆候とみられます。第4場面、ラ・トワレット。ここは妻の化粧室。準備に時間がかかるため、人を招き入れ、社交をこなしている様子です。リラックスした姿の弁護士。2人がもう不倫の関係にあるのは手前にあるこちらの像でわかります。この像は寝取られ夫を表すシンボル。第5場面、伯爵の死。夫が2人の中に気づき、現場を突き止めるため突入。返り討ちに遭い亡くなってしまいます。自分に愛人がいても妻の浮気は許せないようですね。こちらの窓から逃げようとしているのが例の弁護士。第6場面、伯爵夫人の自殺。弁護士は殺人の罪で死刑。夫人は毒を飲んで自殺。彼女の父親が娘の指から婚約指輪を外しています。さて、このようなシニカルなストーリーに基づく読む絵画を描いたホガース、いかがでしたでしょうか。では最後にホガースの他の作品を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。